者は我が計算は天をも超えると語る。しかし高校はこう言うだろう。計算するより行動すべきと。牧者の頂点に立つ彼女は遵守の目で吉兆を見通すも宿命を信じていない。玉伝の将軍でありながら舞台裏で占うよりも自ら前に出て局面を破る変数となることを好むのだ。今回の一手請求ではこの型破りな牧者十頭将軍高校に迫っていこう。今日は光栄にも大木の普賢さんをゲストに迎えた。こんにちは。もともとは慶元将軍が来るはずだったけど、あいにく予定が入ったようで代わりに出ることになったの。ほうもしや将軍になる前になるべく公の場に顔を出した方がいいと言われたのでは。なぜそれは。どうせまた絵に描いた餅に釣られたと思っているんでしょう。あはは、大木ともなればその手口にも詳しいはずなのにどうしてまた。もちろん気づいていたわよ。けど面白そうな番組だし出てあげようと思ったの。ほう、まあ今日は確かに面白いトピックを用意してあるぞ。高校将軍の紹介に入る前にまず輸越の運命について説明しよう。アッハの影響を受ける輸越の運命の戦闘ではその賑やかさが最大の特徴となる。ふむ、というと？フィールドに輸越の運命のキャラクターがいるとアッハも戦闘に加わるんだ。アッハの行動時アッハタイムが発動する。アッハタイムでは輸越の運命の味方キャラクターが順に輸越スキルを発動するぞ。ダメージを出すもの、バフやデバフを付与するもの、各キャラクターは異なる輸越スキルを持っている。その発動順番はどうやって決まるの？それはアッハに聞くしかないな。はい？アッハは輸越の運命のキャラクターにそれぞれ出演番号を割り振る。その決め方を知るのはアッハのみだ。まあいいわ。気になるけどあの上楽天くんのことだから調べても無駄でしょ。確かに採点銃に聞く方がまだマシかもな。ただアッハがユーモラスな人を好むのは確かだ。ユーモラスの度合いは輸越度で示され、輸越度はキャラクターの輸越ダメージに影響を与える。輸越の運命のキャラクターはより高い輸越度を有するだけでなく爆笑ネタも作れる。味方の爆笑ネタが多いほどアッハタイムでは派手に暴れ高い輸越ダメージを与えられるぞ。アッハタイム終了後アッハは爆笑ネタを全て受け取る。上楽天くんは自らを楽しませた者に褒美を惜しまないと聞くけど、戦闘中もそうなのかしら？もちろんアッハを信じていいぞ。そう楽しませれば祝福を得られる。アッハタイム終了後ソは喜びを輸越の運命のキャラクターたちに分け一定ターン継続する爆笑の褒美を付与するんだ。爆笑の褒美を与えられると高校は味方全体にバフを付与し、火花は自身の火力を上げるぞ。楽しみ方が人それぞれあるように爆笑の褒美もキャラクターごとに異なる効果を持っているんだ。アッハタイムで消費された爆笑ネタが多いほど爆笑の褒美の効果も高くなる。爆笑の褒美は繰り返し獲得でき効果も累積可能だ。継続時間はそれぞれ個別にカウントされる。つまりアッハタイムを頻繁に発動させ爆笑の褒美をたくさん獲得すれば効果をより強力にできるというわけだ。まとめると輸越の運命の戦闘はアッハタイムが中心となる。アッハタイムでは輸越のキャラクターが行動しスキル効果や大量の輸越ダメージを与える。アッハタイム終了後アッハは爆笑の褒美を与え輸越のキャラクターたちは特別な効果を発動する。輸越ダメージと爆笑の褒美の強さは爆笑ネタの数、輸越度、アッハの行動頻度と関わる。そしてそれらは全て高校将軍の得意分野だ。高校は輸越の運命を歩む物理属性のキャラクターで爆笑ネタを得る方法をいくつも持ち味方全体の輸越度を上げられる。さらにアッハタイムを追加で発動できるぞ。通常攻撃では指定した敵単体と隣接する敵に物理属性ダメージを与えさらに EP を回復する。戦闘スキルではセンス上の異例の力で結界を展開し継続中は味方全体の輸越度がアップする。また高校が通常攻撃
もしくは戦闘スキルを発動した後、味方全体が爆笑ネタを獲得する。この異例は自臨天地明王といい、低級七層のうち遵守の眼界を示し、予見と決断、自制の象徴でもある。そのおかげで姉弟子は吉凶を見通す漢字財眼を得たの。秘技を使うと高校は SP を消費せずに戦闘スキルを自動で1回発動する。また高校を編成中にオブジェクトを壊すと吉運一風を獲得できるぞ。先週では多くの人が高校将軍を慕っていると聞いたが、もしかしてその吉運一風をみんなに配っているからじゃないだろうか。いいえ、財運に恵まれ事業を成功させたからよ。昔玉殿の貿易を発展させ人々を豊かにしたことで、姉弟子は皆から財神だと思われているの。なるほど。私が大盤振る舞いしても誰も慕ってくれないのに。話を戻そう。優越スキルを発動すると高校は敵全体に強制のささやき状態を付与し、優越ダメージを与える。強制のささやき状態の敵は一定ターン受けるダメージがアップするぞ。味方の運勢なら吉兆を願うけど、敵であれば大凶だけが出てほしいものね。そうだな。特定の奇跡覚醒後、高校の会心ダメージがアップし、優越スキル発動後に SP を1回復する。アッハタイム終了後、高校は爆笑の褒美を獲得する。高校がこの状態の時、優越の運命かどうかにかかわらず、味方は攻撃後命中したランダムな敵1体に優越ダメージを1回与える。またその攻撃で SP を消費しているとさらに優越ダメージを1回与えるぞ。別の奇跡覚醒後、高校が獲得する爆笑の褒美の継続時間が1ターン伸びる。必殺技では味方全体が爆笑ネタを獲得し、全属性耐性貫通がアップ。またアッハが即座に追加ターンを1回獲得する。つまりアッハタイムが発動するんだ。これで優越のキャラクターたちは優越スキルを1回多く発動でき、さらに爆笑の褒美を強化できる。しかもその時のアッハタイムは爆笑ネタを消費しないぞ。そう働かせるなんてまさにアッハは面目ないだな。姉弟子の人使いの荒さは占いの腕前に勝るとも劣らないわ。お、普賢さんもさぞその被害を受けてきたのだろう。この私がそうやすやすと人の言いなりになると思う？さてまとめといこう。高校は優越編成の核となるバフをもたらす多機能なサポーターだ。追加で発動するアッハタイムによって味方はより頻繁に優越スキルを発動でき、爆笑の褒美をより早く累積できる。高校が爆笑の褒美状態の時、味方は優越の運命かどうかにかかわらず優越ダメージを与えられる。また爆笑ネタの獲得手段をいくつも持ち、戦闘スキルで味方全体の優越度を上げ、優越編成の優越ダメージをアップさせるぞ。必殺技による全属性耐性貫通アップ、優越スキルによる非ダメージアップ効果を組み合わせれば、敵は笑い声の中速攻で大金帰宅することになるだろう。そういえば将軍であり牧者でもある高校にどうすれば将軍になれるか占ってもらったことはないのか？一応見てもらったことはあるけど。あるけど？その元気は計り知れず、未だに理解できていないの。ほう、詳しく。姉弟子はよく型破りな占いをするわ。あの時も焼きたての餅を見て、その焼き色や割れ目が天気を表していると言った。あ、それって餅の表面に散りばめられたゴマはまるで星々のようで、確かに天気が秘められているように見えたけど、結局見通すことはできなかったわ。おそらく姉弟子は将軍になるためにはもっと修行に励めと伝えたかったのでしょう。ああ、大木は絵に描いた餅によく踊らされるが、自分を鼓舞するのは達人級のようだ。